ようこそ。このディープダイブでは、あなたが集めてくれた資料をもとに、癒し動画の世界、その魅力と、裏側まで一緒に見ていきましょよろしくお願いします。う。ASMR のささやきから、そうですね、雨の音、あとは丁寧な暮らしの映像とか、いろいろありますけど、ええ。なぜこれらが私たちの心をぐっと捉えて、深いリラックスにつながるのか。うーん。今回のミッションはそこですよね。その癒し効果の根源と、あと制作者たちがどんな工夫をしているのか、その秘密を探っていきます。はい。まさに、現代のストレス社会においては、デジタル時代の処方箋なんて言えるかもしれませんね。ああ、処方箋。なるほど。資料を拝見していても、単なる気寝らしということ以上のもっと深い、私たちの心とか体に働きかけるメカニズムが、なんか見えてくる感じがします。では、まず基本から。癒し動画って、一口に言っても本当に多様ですよね。そうですね。資料でまず目につくのはやっぱり ASMR でしょうか。咀嚼音とか、キーボードを叩く音。ありますね。ささやき声とか。そうそう。特定の音がなんか脳に直接響くようなあの感覚。ASMR、自律感覚絶頂反応って呼ばれる体験ですね。はい。特定のトリガー音っていうのが、ゾクゾクするような心地よさとか、リラックス感を引き出す、なんて言われています。でも癒しの形ってそれだけじゃないんですよね。そうなんです。あなたが注目しているように、例えば雨音とか焚き火の音みたいな自然の音、ありますね。定番ですよね。あるいは黙々と料理をする手元を映したものとか、美しい田園風景、いわゆるスローライフ系の映像、ええ。さらにはもう本当に子犬とか子猫の動物動画、これも人気ですよね。鉄板ですね、それは。こういうのが、ああ、今夜も眠れないなとか、なんだか心がざわざわするなっていう、あなたの悩みになんか手軽に寄り添ってくれるセルフケアになってる。この点は見逃せないですよね。では、なぜこれほど、多様なコンテンツが共通して癒しをもたらすんでしょうか。その、核心の部分に迫ってみましょうか。お願いします。まず、科学的な側面から見ると、脳波の変化、これが挙げられますね。脳波ですか。リラックス状態を示すアルファ波。これが、増加することがいくつかの研究で確認されてるんです。へえ、アルファ波なるほど。それに加えてなんか幸福感に関わるドーパミンとか。そうですね。あと、ストレス軽減作用があると言われるエンドルフィン。そういった脳内物質の放出も示唆されていると。なんだかすごいですね。単なる気のせいじゃないんですね。生理的な反応が起きている可能性があるということですね。特に音の効果は、非常に興味深い。音ですか。例えば、あなたが雨音を聞いて、なんか落ち着くなって感じる。その感覚の裏には、実は、1分の F 揺らぎっていうのがあるんです。1分の F 揺らぎ。はい。自然界のリズムと、あなたの心拍みたいな生体リズムがシンクロするような現象。完全に規則的でもないし、完全にランダムでもない、独特の揺らぎです。へえ、面白い。ということはなんか、完全に人工的に作られた完璧すぎる自然音だと逆にあんまり癒されないみたいなこともあるんですかね。それは十分に考えられますね。完璧すぎると、かえって不自然に聞こえちゃうかもしれない。なるほど。さらに面白いのが、雨音とかには、ハイパーソニックって呼ばれる、人間の耳には聞こえない高周波音が含まれているという点。聞こえない音。そうなんです。これも脳幹とかに直接作用してリラックスを促すなんていう研究もあるんですよ。それは知らなかったです。いや、あなたが共有してくれたこの資料深いですね。映像の方にもやっぱり何か仕掛けがあるんですよね。はい、もちろんです。美しい風景とか、穏やかな作業風景っていうのは、まず単純に今あるストレスとか悩みから意識をそらす効果。ディストラクション効果ですね。気をそらす。注意がポジティブな対象に向くことで、ストレスホルモンのコルチドール、これの分泌が抑えられるっていう研究結果もあります。なるほどな。心地よさの裏にはちゃんと科学的な根拠があったんですね。そうなんです。じゃあ、この自然に感じる心地よさを
制作者の人たちはどうやって意図的に設計してるんでしょうか？そこがポイントですよね。ここからはその工夫を見ていきたいんですけど、特に音へのこだわりがやっぱりすごいですよね。音響はもう没入感の鍵ですからね。特に ASMR で大事なのがバイノーラル録音。バイノーラル録音。これは人間の頭の形を模したダミーヘッドマイクなんかを使って録音する技術でして、音が左右だけじゃなくて前後とか上下からも聞こえるような、まさにあなたがその場にいるかのような立体的な音響空間を作り出すんです。はあ。だからあなたが特定の ASMR 動画でゾクゾクするような感覚を得られるのって、このバイノーラル録音の没入感が結構影響してるかもしれないってことですね。大きいと思いますね。映像もただ綺麗っていうだけじゃない工夫が。そうですね。手ぶれのない安定したカメラワークとか。ああ、確かに。見てて疲れないですよね。あと、ギラギラしない自然光とか、柔らかい間接照明を使ったり、そして色彩心理学の応用ですね。色彩心理学。はい。資料にもありましたけど、例えば青系の色は冷静さとか集中力。緑系は安らぎとか調和。アースカラーは温かみとか安心感を、視覚的に訴えかけると。それらを組み合わせるレイヤリングっていう手法もなんか進化してるって聞きましたけど。そうですね。例えば ASMR のタイピング音のその背景にかすかに雨音を重ねてみるとか。なるほど。そうやって複数の癒し要素を巧みにブレンドして、より深く多層的なリラックス体験を作り出そうとしているわけですね。いや、職人技ですね。で、こうした音とか映像の、職人技に加えて、最近では全く新しい要素として、テクノロジー、特に AI が癒しの作り方をなんか変えつつあるんです。AI ですか？資料によると、AI が簡単な指示でかなりリアルな自然の動画を生成したりとか、あとは指定した通りの環境音を作り出したり、そういうことが可能になってきていると。誰でも高品質な癒しコンテンツを作りやすくなるっていうのはなんか可能性を感じますね。でもそれだけじゃない動きもある？そうなんです。一方で AI による効率化とか、機能的な癒しが追求される中で、例えば資料にも名前が挙がってましたけど、リジキーさんとか、ハグレンダールさんみたいな。はいはい。非常にパーソナルな視点とか、物語性、生活の美学みたいなものを映し出すクリエイター。その存在感も逆に際立ってくるんじゃないかと。彼女たちのような、なんていうか、個人的な体験とか感情に根ざした手作りの温かみみたいなもの。これはやはり人間にしか生み出せない価値としてきっと残るでしょうね。なるほど。効率的な AI 性と共感を呼ぶ人間性みたいな二極化が進むかもしれないってことですか？そういう可能性はあると思いますね。いやー、今回の深掘りを通して見えてきたのは、癒し動画って決して単なる暇つぶしの映像とか音じゃないんだなぁと。私たちの心とか体に働きかけるちゃんとした科学的な知見と、作り手の繊細な感性、技術、これがなんか見事に融合したある種のデジタルセラピーとでも呼べるような、そういう領域に進化してるってことでしょうか？まさにそう言えると思います。さて、最後にちょっとだけ思考の翼を広げてみませんか？はい。これらの動画って、主に視覚と聴覚に訴えかけますよね。でも、もしあなたがこれらを主張するときに、例えば好きなアロマを焚くとか、嗅覚を組み合わせたらどうでしょう？その癒しの体験ってどのように深まると思いますか？五感を組み合わせる。確かに体験の質がぐっと変わりそうですね。でしょう？あるいは資料にもちょっと示唆されていましたけど、何に癒しを感じるかって、これ驚くほど個人的なものですよね。そうですね。人によって全然違いますもんね。もしかしたらあなた自身の例えば幼い頃の記憶とか心地よかった経験、それが特定の音とか光景に対する癒しの感覚を無意識のうちに形作っているのかもしれない。なるほど。過去の経験と結びついてる。そのつながりを探ってみるのもなんか面白い自己発見になるんじゃないかななんて思いますけどね。